どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今回は8分の1スケールのね、クロス RC の MX2、こちらのですね、クローリングシーンのレビューということでですね、先日ミッキーロックに行ってきた時の様子をお届けしながら解説をしていこうと思います。この動画ね、カット編集はしてあるんですけれども、なんか見栄えがいいようにね、順番を入れ替えたりとかはちょっとしていないので、ちょっとね、話がね前後する部分もあるかと思うんですが、参考にしていただけると幸いでございます。ということで早速ね、検証していくんですが、ここミッキーロック行ったことある方なら皆さん知っているこのスポットね、意外とですねここは楽に登れる場所なんですが、タイヤがね滑ってますね。これ濡れてたっていうのもあるんですけれども、ミッキーロックはね、季節、時間帯とかによってですね、この岩のね表情が変わってですね、表情って言わないか、質感が変わってですね、グリップ全然しない時とかめちゃくちゃグリップする時とかってあるんですけれども、それにしてもね、タイヤ全然グリップしてないですね。これはねタイヤ交換したいなって思った瞬間でした。あとやっぱりですね、重心問題かな。こういう感じでねそっくり返るってことが、非常に多かったですね、ミッキーロックでは。ミッキーロックはかなりハードクローリングスポットなので、普通の10分の1のいわゆる RTR 的なものだと結構厳しいシーンはあります。シーンというかスポットはね、アキシャル、エレメント、トラクサスでもありますが、やっぱりね、このマシンの大きさっていうのも、今回ね結構ね手こずった部分の一つかと思います。2番目のこのスポットもね、これロングホイールベースのマシンだとね難しいんですよね。あとボディが長いやつとかもね、後ろが引っかかっちゃうんですよね。でやっぱりできませんでしたね、あそこはね。あとは僕の操縦が下手っていうのもあるんですけれども、やっぱり ESC の感度というかその辺の部分もあります。片手走行してるっていうのがいつも言い訳として、言っているんですが、それにしてもねやっぱりね ESC の交換はしたいなっていうのは正直感じましたね。もちろんローギアでやってるんですけれどもね、結構難かったです。ただ、じわじわと攻めればいけます。そして今下りやりましたけれども、ESC のねドラッグブレーキの力、保持力っていうのがほぼほぼですね、弱い、ないは言い過ぎか、弱いですね。だからこういうシーンでねゆっくり降りたいんだけどゆっくり降りれないんですよね。これもしかしたらハイギアにしちゃってんのかな。ハイギアだとねもうほとんど効かないです。ローギアだと多少効くんだけど、やっぱりねブレーキ側にねスロットル動かさないと無理ですね。ちょっとその辺の操作感は人それぞれだと思うんですが、やっぱり ESC 交換してね、その辺はね改善したいところですね。ただし、こちらはですねやっぱトレイルも楽しいんですけれども、これはなんだろうな、そのトレイルだけに特化させたいマシンではなくて、やっぱりこれクローリング攻略したいマシンっていうのが僕の中での、感想です。それほどやっぱりよくできてます。ちゃんとねめでてあげたい、そういうマシンになってますね。全体的なやっぱコンセプトとか作りとか作り込み感の高さっていうのは感じているので、徹底カスタムでですね、化けさせたいなっていうのが僕の考えですね、今のところね。もちろんノーマルでもですね、こういう感じのですねクローリングは全然できます。足の動き、このサスペンションの動きすごくいいんですよ。なんかねやっぱレッドキャット Gen8 的なものを少し感じましたね。足の動きがいいですね、本当に。リアについているバランスリンク、あれもね効いてると思います。実際何がどう効いてるのかって説明するの難しいんですけれども、なんかフロントの足回りの動きとリアの
きがなんかほとんど変わらない感じ。意外とほら前後の動きってマシンによってね、なんか前だけやっぱよくスムーズに動くけどとか、リアだけスムーズに動くけど前はやっぱりなんかいまいち思ったように動いてくれないみたいなのあると思うんですけれども、このマシンはね前後がねほぼ同じような動きをしてくれるっていうのは感じましたね。そしてまあやっぱりマシンの大きさっていうもののデメリットは、このスポットというかミッキーロックでは感じました。やっぱりねミッキーロックって慣れてるせいもあるのかわかんないんですけれども、10分の1が適していますよね。8分の1だとねやっぱりでかすぎる感じはある。ここなんかもね10分の1だとね割といくんですけれども、これもやっぱボディのね幅太すぎてね、10分の1だったらこれねクイッと抜けられると思うんですが、引っかかっちゃうんですよね。こういうシーンはですね他にも結構ありましたね。でここ何度もトライして頑張ったんですけれども、僕の操縦のね、技術力のなさというのもあってですね、結局ですねこういう感じでクリアするに至ったという感じです。ただし 2.2 インチのこのビッグなタイヤの恩恵っていうのはもちろんあってですね、10分の1だとこれちょっとアプローチするの難しいかなっていう場所でもですね、意外とアプローチするのに楽だったりします。トルクツイスト、これ出てるように見えますが、これはやっぱねリアのねサスペンションがちょっと柔らかすぎるのかなっていう気もしますね。厳密にはこれトルクツイストとはちょっと違いますね。このマシンね本当にねトルクツイストに関しては、よく抑制されてます。アンチトルクツイストでそういうのがねクロス RC もそうですし、カリスマとかでもねその機構ついてますけど、同じような感じでね前後相殺するような機構になってるんで、トルクツイストは出にくいと思います。サーボに関しては純正サーボですが、そのパワーという意味では、何のね不足も感じなかったですね。ただし打角に関してはもうちょっと曲がってほしいかなっていうのは正直感じました。この辺とかもね、マシンが大きいホイールベース長いっていうのももちろんあるんですが、クイッとですね45度ぐらい曲がってですね、旋回が楽になるともっとね楽しいかなと思いますね。この辺はねやっぱねグリップ力のなさですよね。タイヤの、交換でなんか改善しそうな気がするんですけれども、意外とね、2.2 インチのタイヤって145ミリとかの大きなタイヤしかないんですよね。これ RTR に付属してくる130ミリ強ぐらいのサイズの 2.2 インチってないんで、1.9 の130ミリぐらいの方を選ぶのがベターなのかな。125とか、ちょっとその辺は迷いどころですね。ただスケール感もね大事にしたいので、選ぶタイヤは慎重にしたいと思います。全体を通してですね、やっぱり言いたいことをまとめるとですね、やっぱり ESC の、交換が必要かどうかわからないんですが、僕は交換しました。この後ね ESC70 ISDT のやつね、そしてアクティブドラッグブレーキのね設定でですね、かなり高いね、ドラッグブレーキ保持力を、実感できたので、それがあることでですね、こういうですね下りの時のなんかへんてこな制御がなくなるとともにですね、ゆっくりこう走行させる時のですね、まったりした感じ、萌え萌えな動きっていうものが、楽しめるんじゃないかなっていう点が1点。そしてやっぱタイヤですね。タイヤの交換、あと重心を低くするためにやっぱウエイトカスタムは必須かな。ボディをねどうのこうのっていうのはちょっと考えていないです。上のパーツとかね、赤いパーツとかは外してもいいんですが、他の部分はねなんか切ったりとかもちろんしたくないので、そのまんまにする予定ですね。
そしてサーボかな。あとモーターは変えました。ホームズホビーのね550の 15T に変えました。もともとついてるモーターは560サイズですね。ただ550でも全然問題ないですね。皆さん見ていてどうですかね。予想以上に走るなとか、やっぱこんなもんかと思う方、それぞれだと思うんですが、僕としてはですね、クローリングに関しては、ほぼほぼ予想通りという感じかな。やっぱりね、大きさ的な8分の1、ミッキーロックではやっぱ8分の1より10分の1の方が、楽しめる場所は多い。そんな気はしましたね。トレイルの場合はね、8分の1の方が遊べる場所多くなっていいんですけれども、クロールはね、意外とね、その辺シビアですね。いいな。これ、そうだな。これタイヤというかインナーホームもうちょっと、加工するなり柔らかいものにするだけでも変わるかもしれないですね。この間ね、ウエイトカスタムした時インナーホーム触ったんで、インナーホームめちゃくちゃ硬いスポンジでしたね。軽いポリカボディでね、それなりに軽いとはいえ、やはりですね、重量級マシンであることには変わりないので、タイヤとインナーホームね、ちょっと硬めにして、ちゃんとね、潰れないようにしているっていう部分はあると思うんで、その辺をね改善するだけで変わるかな。よいしょ。こんな感じでね、もちろんね、何も無加工でも、普通にクローリング楽しむことはできます。僕のね感覚がね、やっぱりもっとねハードなものを求めてしまうので、そういうカスタムをしたいとかねした方がいいって思ってるだけなんで、ほとんどの方はですねノーマルで楽しめるんじゃないでしょうか。フロントにちょっとウエイト足すだけで全然 OK だと思います。やっぱクローリングのねシーン似合いますね。チェロキーいいですよね。僕もね昔チェロキーの実車にもうずいぶん前ですけどね乗っていたことがあるんで、チェロキー好きなんですけれども、これライセンスボディじゃないんですけれどもね、非常にねよくできたチェロキーボディだと思います。そんな感じでですね、ミッキーロックでの、クローリングシーンお届けしました。とりあえずですね、トレイルシーン、クローリングシーンというのでね、解説レビューっていうものはこれで終わります。今後ですね、ちょっとカスタム情報とかお届けして、またね、ミッキーロックもう一回再挑戦しようかな。そんな感じですね。そうそう、それでね、帰るときにね、実はね、同じですね、クロス RC の EMOX2、こちらにですね、出会ったんですよね。仲間がいました。これ結構びっくりしました。嬉しかったです。皆さんもね、同じオーナー仲間になりませんか？そして EMOX2 オフ会しましょう。それでは。